ずんだもんなのだ。今日はオーストラリアのニュースを3本まとめて案内するのだ。その前に豆知識なのだ。オーストラリアはラテン語で南のを意味するアウストラリスが由来なのだ。名前が似ているオーストリアは東の国という別の語源で全く関係ないのだ。それじゃあ早速一押しから行くのだ。オーストラリアは南半球にある大陸国家で首都はキャンベラなのだ。先住民の長い文化を持ち、1788年の英植民地化を経て1901年に連邦が成立したのだ。立憲君主制の連邦議会制で人口は約2600万、2700万人なのだ。鉄鉱石、石炭、LNG などの資源や農業、観光、教育が主産業で、アウトドアや多文化、カンガルーなど独特の自然が魅力なのだ。近年は気候変動による火災、干ばつ、先住民の権利問題と再生可能エネルギーへの移行が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。クイーンズランドのボクシング逸材、世界舞台で強烈な存在感を示すという記事なのだ。オーストラリアクイーンズランド州ディサートの19歳ライト級ボクサーシアラ・ストーチ選手が炭鉱でダンプトラックを12時間運転しながら世界レベルで活躍しているのだ。父でコーチのクレイグさんが旧テニスコートを改装した刑務所ヤード、ジムで指導し、地域の子供からマスターズ世代までが一緒に練習しているのだ。シアラ選手は年間3万5000キロ以上遠征し、2024年 U1 級世界選手権銅メダル、2025年 USA オープン優勝で女子エリート王者になったのだ。肩の怪我で現在は試合を休んでいるが、地元の女子や子供たちのロールモデルとして増え続ける女性ボクサーたちを励ましながら長い選手人生を見据えているのだ。二つ目のニュースなのだ。SA の藻類大発生は消えていない。ただ、漂流しているだけだという記事なのだ。南オーストラリア州ヨーク半島南西部のコーニーポイント周辺で有毒プランクトン、カレニアによる大規模な赤潮が続き、地元に深刻な被害と悲しみを与えているのだ。昨年3月に降るリオ半島沖で発生した赤潮が海流に乗って移動し、現在はヨーク半島南西端がホットスポットになっているのだ。魚やイカ、ロブスターが大量死し、サーファーは海に入れず、漁業や観光業も打撃を受けているのだ。先週はウェストケープで1リットルあたり250万細胞だったカレニア濃度が最近は約40万細胞まで下がるなど、専門家は徐々に減少傾向と説明し、州政府もビーチ清掃や検査強化、総額4800万ドルの支援策で約34事業者を支援しているのだ。住民たちは悲嘆とフラストレーションを抱えつつも、赤潮が消え、日常が戻ることを願いながら、地域で支え合っているのだ。3つ目のニュースなのだ。トゥージーパークが示す、なぜ乗り気でない父親ほどペットを必要とするのか、という記事なのだ。オーストラリアの ABC で配信される新ドラマ、トゥージーパークは、メルボルンの寂しい中年男性ローランドが、妻エマの海外赴任をきっかけに、苦手な愛犬ビーティーの散歩で犬公園に通う物語なのだ。犬嫌いで他人とのつながりも避けてきたローランドが、楽観的なサム、セリア、パコーラやドッグパーク、ディーバたちと出会い、コミュニティと犬との時間を通じて、男性の孤独や弱さと向き合い、つながりの大切さに気づいていくハートフルなコメディドラマなのだ。制作者で主演のレオン、フォード自身の犬との経験も色濃く反映されているのだ。ずんだもん、選手の挑戦、被災地の再生、犬が結ぶ絆に元気もらったなのだ。
じわなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。